昆布のえぐみが出るんですよ。あって水分が浮いてくるんですよ。お吸い物の作り方紹介しようと思います。で用意した食材は松茸と車エビ。この辺は季節のものだから春だったらハマグリと山菜だとか、夏場だったらオコゼだとか、あとはねもちろんマダイだとか、そういったね、季節の食材を用意してあげて、三つ葉だとかね、今回すだちですけど、柚子なんか添えてもいいと思いますし、そういった香りのあるものを用意してくださいと。まず最初に出汁を取っていきますと。お吸い物はね、具材もさることながら味の決め手は出汁ですんで、まず最初にね出汁を取っていきたいと思いますと。出汁を取っていくんですけれど、今回は、一番だしですね。なので昆布に、かつおを入れただし使いますよと。昆布はねこれ一晩水につけて戻しておいてあげて、でここから沸かしていきますと。昆布でねだし取る時のポイントは沸かさないこと。これはね理由があって、水からだんだん温度が上がるにつれて昆布のうまみ成分が出てくるんですけど、最後ねここで沸かしちゃうと昆布のえぐみが出るんですよ。沸騰する直前にね昆布を取り出してあげると。このぐらいですね。うっすらふつふつしてきたかなっていうこの加減で、昆布を取り出しますと。取り出した昆布、これね正直まだ味は出るので、料理屋さんだったら2番だしに使ったり、一般の家庭だったらねご飯に一緒に入れて炊き込みご飯みたいにしたりとかね、うまいこと使ってあげてくださいと。昆布をね取り出したら、これね一旦火を強めてこのアクをすくいますと。火を止めて、でここに鰹節を落としますと。でこのままね落ち着くまで、そっと置いておきますと。鰹もね沸かしてるところにボコボコしてるところに入れるとこのね出汁が濁りやすいので、火を止めてから、入れるようにしていますかね。ちょっと話戻ると、昆布なんかもね例えば産地によって、ラウスは味が濃いだとか、利尻はこのね味はしっかりするのに出汁に色がつきにくいだとか、あとはもう鰹節もねこの血合いが入ってる鰹節だとか、血合いのない鰹節だとか、あとは鰹じゃなくてもねソーダ節だとかマグロ節だとか、いろいろな種類があるので、その辺はねいろいろ試してみても面白いんじゃないかなとは思いますね。鰹節入れて落ち着いたらこのだしをこしていきますと。で俺はざるね2枚重ねて間にキッチンペーパーかなんかね挟んであげて、こしていきますね。このカツオをつけとく時間なんかも結構人によってカツオの味をしっかり出したいから10分以上置くって方もいれば、カツオはね長く置くと雑味が出るから3、4分でこすなんて人だとか、いろいろな考え方があるんで、その辺はねお好みでと。で今回は鰹節使った一番だしでねお吸い物を作るんですけれど、例えばねオコゼだとかハマグリだとか、そういったね結構魚介自体から出汁がしっかり取れるような食材の時は鰹を使わずに、昆布だしだけでお吸い物を作ったりもしますかね。でこんな感じでね出汁が取れたら次は食材をね準備していきますと。出汁が取れたらね、まずはこれね炊事から作っていきましょうかと。炊事は、出汁入れてね火にかけますと。で、ここにね、お酒、香り付けにお酒を加えてあげて、あとはこれ薄口醤油ですね。でこれ薄口醤油っていうのはね、塩分濃度の高い醤油なので量を入れなくても出汁に味をつけることができるっていう意味で、だからあまり
色をつけたくない時に使うお醤油って感じですね。だからまあ味が薄いんじゃなくて、色が薄い醤油っていう意味合いが強いですね。最後、お塩でね味を整えてあげて、でまあこれが炊事のベースですね。まあ、今回ねちょっと撮影の都合で別々に作るんですけれど、まあ、本来はこの炊事を作っている間にこっちのね、具材も同時進行で準備していきます。具材を準備していきましょうか。まず松茸ね。松茸はねここねこの根元に、石突きと呼ばれるね硬い部分があるので、この部分をね削り取りますと。であまり削りすぎないようにね。キノコ類は、土がねついているので、この土をね、濡らしたペーパーでね拭き取りますと。どうしても水洗いしたくなってしまうと思うんですけれど、基本的にね、水洗いするとキノコっていうのはね香りが飛ぶので、松茸なんかはねもう完全に香りを楽しむキノコなので、水洗いはせずにねこうやってペーパーで丁寧にね、汚れを落としてくださいと。続いてねこれはエビなんですけれど、エビはね、頭付きで用意してもいいですし、こういった形でね背わたを抜いてあげて、今回はね頭取って用意したいと思うんですけど、で最後ねどういった形で盛り付けるかによって、例えばまっすぐね用意したかったらこう串を打てばいいし、今回はこう丸めて用意したいのでこんな感じでね串打ちますと。こういった形ですね。であと三つ葉はねこういった形で刻んで、最後ね吸い物に添えますと。であとすだちはねこれ四つ切りにして添えてもいいですし、あとはね多いのはこういったね、スライスして添えるなんて場合が多いですかね。こういった感じで今回はね、食材用意してみましたと。お吸い物に入れる食材は炊事と一緒に炊く場合と、このね食材を焼いてこの地に入れるパターンと、だいたいね2パターンあるんですけど、今回は焼いてからね、お吸い物作りたいと思いますと。松茸なんかはねこんな感じで半分に裂いてから、焼いていきますと。でね松茸焼くときはねここの頭にね軽く包丁入れておいてあげると、この後ね裂きやすいので、こういった状態で焼いていきますね。で本来ならね、炭火で焼いてあげるのがベストなんですけれども、なかなかね家庭だと炭火も用意できないので、今回はねちょっとこういったね網でちょっと焼かせていただきます。でこれね別に網でなくても、オーブンでもね綺麗に焼けますんで、お好きな焼き方で焼いてくださいと。今回はこの食材を焼いているんですけれども、食材を、炊事と一緒に炊く場合、この食材から出汁が出る場合はうちのね炊事に入れて一緒に沸かしていくっていう場合が多いですかね。なのでおこぜだとか、ハマグリだとか、逆にねこれね、エビだとか松茸はね出汁というよりは、香りを楽しむお吸い物って感じなので、そういう場合は食材をね焼いてから入れるなんてパターンが多いですかね。もちろんねこれエビと松茸を一緒にこの中に入れて炊いても美味しいんですけれど、その辺はね、自分で美味しそうだなと思う方で作っていただければいいんではないかと思いますんで。でこういった感じでね
食材に火が9割方入ったら、あとはね、盛り付けて完成ですね。でエビなんかはねこうやって色が変わるので、火が入ったタイミング見分けやすいと思うんですが、松茸の場合はこれね、まず最初に入れたねこの包丁目が開いてくるっていうの、あとね焼いているとこの分かりますかね、表面にねこう水分が浮いてくるんですよ。このね水分が出始めたら、火が入りだした合図ですんで、そこを目安にね、でね、盛り付けるときは、松茸なんかはねここを手でね、裂いてあげて、で、盛り付けますと。そうするとね結構香りが立つんでね、あとねエビはそのまま入れちゃってもいいですし、手間でなければこのね殻を剥いてあげて、具材を盛り付けたら、最後ね、炊事を貼って、で、このね三つ葉とすだちね、で青みを添えて蓋をしてね、軽く蒸らして完成です。熱々の出汁を注いであげると、このね最後蓋開けた時にね松茸だとか三つ葉だとか、すだちの香りがこう上がってきて、とっても美味しそうに感じると思いますので、お吸い物の作り方以上でございます。この炊事に使うだしは昆布だしの時もあれば、一番だし鰹節を入れてだしを引く場合もありますと。ハマグリだとかおこぜみたいに、素材そのものから出汁が出る場合は昆布だけで作ることが多いですよと。逆にね松茸だとかエビの新庄だとかこう香りを楽しむような食材の時は、鰹節でねちょっとうまみを足してあげる場合もありますよと。このね中に入れる具材、これは、焼く場合と炊事と一緒にね、炊いていく場合がありますと。その区別も昆布だしか鰹節かの区別と一緒で、素材から出汁を出したい場合には、一緒に煮ていきますと。で素材のね香りを楽しみたい場合は焼いてねこのワンダネにする場合が多いですよと。はい、松茸のお吸い物の作り方でしたと。